皆さんこんにちは。今日はカランク国立公園の3時間の観光船のツアーを10分ほどの動画にまとめてみました。1人33ユーロで今日は午後2時の出発です。Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. やっぱり撮影には一番上の席かなということで上に上がっていきます。それではマルセイユ急行を出発です。急行の出口には前回の動画にも出てきたサンジャン要塞があります。この要塞なんですが、普通港の入り口にある要塞は外敵から町を守るために作られたと思うのですが、なんとこれは市民が反乱を起こさないようにということで作られて、大砲はみんな町の方を向いていたそうです。今から左側の岬と右側の島に挟まれた狭い水道を通ります。クロワゼット岬は名前の通り小さな十字架がある岬です。この岩にはロッククライマーたちがたくさんいたのですが、動画では分かりにくいと思います。カランクとは石灰岩の崖に囲まれた入り江のことで、マルセイユには25個のカランクがあります。今から有名なものだけを船で見ていきます。崖の頂上をハイキングをしている人たちが歩いています。海の色がすごく綺麗で、晴れていたらもっと綺麗だったんだろうなと思っています。1985年に海底洞窟コスケ洞窟がこの辺りで発見されました。
もしこの国立公園で一つしかカランクを見れないのなら、このアンフォのカランクを見ないとダメだと言われています。ここに工場を作る計画が出た時からカランクを守ろうという運動が起こり、2012年についに国立公園になりました。一番奥には高い崖を降りてきた人たちだけが楽しめる丸石の浜辺があります。ポールミューのカランクは歩いて訪れるのに最も簡単で、狭くて細長いカランクです。16世紀に建てられたイフ城はマルセイユのアルカトラズ島のようなもので、400年間ほど監獄として利用されていました。
丘の上にノートルダム・ドゥ・ラ・ギャルド寺院が見えてきたらマルセイユ急行に到着です。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねマークのクリックとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回まで。さよなら。